こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。そうね。ハワイは朝だね。はい、朝です。はい。今日もライブで行きたいと思います。はい、今日はひろこさんが実は外で実況中なんですよ。ちょっと風がそよそよと吹いています。本当に後ろから英語が聞こえてきたりとかして、いません。実はこうやってオハイオ、カリフォルニア、ハワイでやってますとか書いてあるけど、全然普通に日本だったっていう可能性もある中本当だね。後ろから英語が聞こえてくるとやっぱり本当にアメリカなんだって感じがする。そうだね。一回バッグを外してやってみてもいいかもしれない。そうだね。そうですね。ちょっと準備がいるかもね。どんな感じですか？久しぶりにコロナの影響とか話してなかったので、住宅の市場とかハワイとかどんな感じなの？ハワイは最近感染者数が増えてきてしまって、でとうとう恐れていた再度のロックダウン、以前ほど厳しくはないんだけど、やっぱりビーチとか公園がクローズされてしまって、ハイキングとかダメっていうような感じになってしまいました。で、先日あたり、販売数とかっていう市場の発表もあったんだけど、島の後ろの方はローカルの人がよく住んでいるような場所っていうのは相変わらず元気大丈夫ですけど、ホノルル市の中っていうのの数字っていうのがやっぱり販売額も販売数も落ちてしまってます。カリフォルニア、ロスのあたりはどうなんですか？ロスも感染者が結構もう増えてるんで、一応前と同じような感じでレストランが1回オープンになったのにインサイドのお部屋はもうまたクローズだから結構この間ニューヨークの人と話してたらニューヨークはね、落ち着いてますけど、道端の通りにすごくたくさん椅子をですね設置して、で外のオープンエアのところだと食べたりとか大丈夫なんで、そういうところに拡張したりしてなんとかみんなサバイブしてますね。で、不動産に関してはこの間と同じような感じでやっぱり物件数自体は去年よりガーンと下がってるんだけども、やっぱり一番下がってるのはコンドミニアムとあとですね、収益物件なんかも結構下がってますね。動きが、やっぱりテナントさんの家賃が回収できなかったりとか、もちろんコマーシャルとかになってくると非常にもうビジネスが厳しかったりするから、やっぱりなかなか売れにくいんですよね。そうするともう動きが鈍ってて、でまだ一番動いてるのは一戸建てで、去年よりは少し物件数動きも流通個数はね低いのは低いんですけれども、でも戸建ての方がまだ活発で、やっぱりみんな外出禁止になって家に家族の子供さんも含めてみんながいると、どこか引っ越すときに戸建ての方のお庭があってちょっと開放感があるところが人気で、そういうふうな傾向がね実際出てきてます。それはハワイも同じ傾向です。コロンバス、オハイオコロンバスがあるセントラルオハイオは売り物件の、数としては昨年度比で 47% 減だというのに、取引額を総計するとたった 7% 減ってことは、それだけ不動産の価格が去年に比べて上がったことで取引高が件数を解消してるみたいな、そんな感じになってます。そうだな、投資物件の方も全然意欲は衰えていないかな、そんな感じで。で、テナントさんもどちらかというと、本当だったら買いたいのに買えなかった人の数がものすごくすごいので、私たちずっとレンタル物件、賃貸物件をハイエンドのものをどんどん作ってきているので、そこに対するローカルの人の問い合わせもものすごいです。ただ今2人が言ってくれたように、コンドミニアムに関しては一軒家に比べるとやっぱり内見の入り具合とかオファーの入り具合から見るとちょっとスローかなって感じが預かり物件の方ではしてたのね。で、今ちょうどバイヤーさんが買い手さんがおられて、ハイエンドのコンドミニアムにオファーかけてるんだけど、カウンターオファーを3回やり取りして、今度カウンターオファーのやり取りなんて
久しぶりで何年ぐらいやってないだろうなみたいな、もうとにかく物件が出たらどんだけいいオファーをひねり出してそれを受け取ってもらうかみたいな世界だったので、もうこっちがバイヤーとしてじゃあもうちょっと値段このくらいにならないかあのくらいにならないかとか、クロージングの費用もうちょっと調整できないとか、もうものすごく久しぶり。それハワイの普段の生活、普段の感じです。そうなんなんかカリフォルニアもそういうカウンターオファーとかはちょっと増えてきたし、増えてきたっていうか、セラーがとっても強い時期から比べると、ちょっとずつ去年の後半とか今年とかもいろいろバイヤーさんの要望が増えてきてるし、リペアのリクエストの要望なんかも一回エスクローオープンしてからもなんかちょっと強く増えてる感じはしますね。はい、こんな感じで少し市場にも変化が出てきたんですね。なのでこの後も続けて毎週動きがあった時には皆さんにお知らせしていきたいなと思ってるんですが、さて今日は流しさんからご質問いただきました。いきます。日本人のお客さんにこんなことを褒められて嬉しかったということを教えてくださいということなんですが、どうでしょう。反対にこれ同じ質問流しに聞きたいなと思いますけど流しいつもありがとうございますいつもありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり私も日本人のお客さんが多いんですけども、あんまり最初からお手伝いしてるとアメリカ人に行ってみてこれだったからよかったわっていう比較はすごいしてくれにくいと思うので、なんか日本人だったからよかったっていう観点は直接の言葉っていうことはそんなにね聞かないこともあるんですけれども、多分いろいろお客さんとやり取りしてるときにやっぱり日本側で、動いている不動産の常識とか、プロセスっていうのを、ある程度私たち分かるから、それとこっち側のプロセスがこういう部分が違いますよっていうことをきちっと理解して説明してあげられるし、あと過去の日本人のお客さんのディールでなんか大変だったことっていうのが多分いっぱいあって、例えばお金の送金のところとか、現金で銀行口座に入れちゃったら後でトラッキングできなくて大変面倒なことになるとかですね、外国法人でこっちに物件を買うときはオールキャッシュであっても、実際ちょっとあったんですけどね、結構タイトル保険セットするときに結構大変だったんですよね。いろいろこっちのアトーニーのオピニオンレターがいるとか、そういうふうないろんな国際取引ならではのいろんなことを経験で持ってるから、私たちの仕事っていうのはいかにお客さんの取引スムーズにいくためにリスクヘッジを前もってできるかっていうことが大きな一つの仕事だなと思ってるから、そういう部分はやっぱり日本人の方に日本語での対応だけじゃなくて国際取引の日本ならではのなんかリスクっていうのを分かって説明してあげられることじゃないかなというふうに思います。マミさんどう？私もこの業界入って20年以上になるんで、いろいろ嬉しかったことっていうのはあるんですけど、ひろこさんが言ったみたいなそうなんだ、こういうことなんだねっていうふうに違いを分かってるっていうのを理解してもらって、それに対して褒めてもらったりっていうことはもちろん嬉しいですよね。あとね、普段嬉しいなって思うことは、この物件がこの方に合うんじゃないかなって思っておすすめした物件に対して、これいいねとかね、これだよね、いいの見つけてくれたねみたいな、そういう言葉をいただいた時っていうのはやったーみたいな感じで非常に嬉しいですよね。で、あとクライアントさんがその購入した後に、これマミさんと話してなかったら買わなかったかもしれないなみたいなことをちょっと言ってくれたりなんかすると嬉しいなってやっぱり思いますよね。以前話してた方と不動産屋らしくないからなんかいろんな話したくなるんだよねって言われたことがあって、でそれも不動産屋らしさっていうのは何なのかっていうのは私はよくわかりませんけども、なんかちょっと嬉しかったなっていう思い出があります。
あと日本とハワイの時差がやっぱりあるんで、レス早いから話がサクサクして、進んで気持ちが良くていいよねっていうようなこともなんかちょっとこう、私にとってはそれも勤めていることの一つなんで嬉しいなって思います。自分が目指しているところをやっぱり指摘してもらって、で、それを褒めてもらったりすると、やっぱり嬉しいですよね。あと言葉じゃなくて言葉ではないんですけど、褒めてもらってるわけじゃないんですけど、クライアントさんの中では私のその仕事歴の中で5件とか6件とかってこう買い替えのたびに声をかけてくださるクライアントさんがいらっしゃるんですね。で、そういう方のお世話させていただいてると、やっぱり信用されてるんだなっていうふうに自分が感じて嬉しいです。で、そういうお客様には、もちろんお客様は全員なんですけども、そういうふうに信用されてるなっていうふうに思うと、その嬉しさがこう活動力になって、で、その人間的にも知識的にももっと成長していかなきゃいけないなっていうふうに自分に思います。でも、クライアントさんの幸せな顔を見るのが一番幸せですよね。一番嬉しいですね。そうですね。その通りですね。素晴らしいです。私はじゃあ、少し角度が違う回答をするんだけど、日本人に向かって、現地の、駐在員の方向けに賃貸物件を作ってきたがために、日本人であるからだと思うんですけども、投資をする方が出てきて1軒2軒とこう買ってくれた時にね、ある時、あきこ本当にありがとうと、あきこに会わなかったらば私のこのリタイアメント、今まだリタイアしてないけどお医者さんなんだけど、これでリタイアメントが見えたと、だからもう将来何も不安なことがなくなったよって言われた時にものすごく嬉しかった。でもその人のコメントで今の私とこう会社があるんですけど、そういうふうに言われた時に、その人の人生変えられたの嬉しかったけど、ものすごくこう重いことをすることになっちゃったなと思って、つまり私がじゃあもう疲れたから来年やめようとか、例えば事故に遭っちゃったとかっていう時にその人のリタイアメントって書いた餅になっちゃうわけじゃん。それでこれじゃいけないんだ、私一人でエージェントやってたらこの人のこうリタイアメントって死ぬまで見てあげられないんだと思ったのね。それで一人でやってるんじゃなくて、ちゃんと会社の組織にしなきゃいけないなと思って組織にし始めたんだけど、いろいろ苦労がありますよね。なんでかっていうと、今までだったら私が 100% やってくれると思ったら、そうじゃない人が仕事に関わるわけじゃないですか。で、それで不平漏らす方ももちろんいると思うんです。で、いました。で、そうするとやっぱり元に戻った方がいいのかな、いやちょっと待って、私ずっと、ね、100歳まで仕事できないしってこの揺れ戻しがあるわけなんです。で、ね、一人でエージェントでやってる人からしたら、ほら見ろ、だからチームは良くないでしょっていう人も出てくるわけじゃない。で、コントラクターさんの中にもあきこと働いてたんだけど、あの人と働くんだったら僕はもう仕事を受けないとかっていうことも本当にあったりして、ものすごく揺れ動いたんだけど、そんな中であきこ本当にね、チームを育ててくれてね、ありがとうって言ってくれた人もいて、本当にいい子が雇えたねって言ってくれた時には、それが一番嬉しかったかな。なんか自分を褒められるより子供を褒められた方が嬉しいみたいな感じで、なので私からするとそのプロセスを見守ってくれていて、で私がやろうとしていることも分かってくれて、その時がものすごく一番嬉しかったです。素晴らしい。いいお話。あと私ね、もう一個日本に帰るシニアの方をすごくこの3年間ぐらいお手伝いしてて、でやっぱり実際皆さん
大きな決断で、アメリカに移住することも大きな決断なんだけども、やっぱり日本にもうリタイア後に帰ろうって言って全部清算して帰る時もすごく大きな決断で、実際それをやっていく時になんかワンストップでなかなか全部できないので、私もいろんなファイナンシャルの専門家とか税理士の先生とか、引っ越しの会社さんとかいろんな人とコラボレーションしてて、日本側の戻った時の話もご紹介したりしながらワンストップでやってると、本当にそういうすごく複雑なので、もう本当誰かに言ってもらわないとっていうことで、いつもセミナーやるとですね、本当リピーターで5回とか10回ぐらい来てくれる人とかすごいいてで結局そういう方々が最終的にはお仕事のお家の売却とかを依頼いただけて、いや本当助かりましたっていうふうにやっぱり日本に帰られる方に言われるので、そういうちょっと時間のかかることなんですけれども、とってもそれは嬉しいですよね。で日本に帰ってからもずっと LINE とかね、そういうのでいつもなかなかシニアの方なんですけれども、駆使してそれでお話ししてるから、なかなかそういうのはアメリカ人とかの人にはできないと思うし、頼んでよかったわっていうふうに言っていただけるのですごくありがたいですね。私たちの仕事ってね、どこかで皆さんのその人生に関わってるっていう感がすごくありますよね。そうね。一番生涯で一番大きな資産の、購入であったり売却であったりということを手掛けるわけなので、ものすごく責任もあるし、それと同時に自分で住んできたお家とかってやっぱり感情もね移入されているからね、そこをね売却するときとか、最後にうまくいったらものすごくね喜んでもらえるし、そのありがとうが私たちの活力だよね。まさしくその通り。これからも頑張りましょう。はい、流しどうでしたでしょうか。今回はこんなところで、この番組気に入ってもらえたら、番組登録やコメントとかLIKEボタンしてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。オハイオも感じる。売り物件最近預かった3件のうち2件がコンドミニアムなんだけど、もちろんアババアスキングプライスなんだけど、でもショーイングの数が明らかに違う、戸建てと。それがトレンドだね、今きっとね。そうだね。